皆さんこんにちは、みやです。前回の第1部に続いて、じゃあ備蓄に協力的じゃない相手になんて話せばいいのと、もう備蓄系、洗脳系、スピリチュアル系の YouTuber の特徴などについて、スナックネオからですね、ラジオ動画で進めていきたいと思います。備蓄の話を家族やパートナーが聞いてくれない、説得できないって悩みがある場合は、相手にどうやって言おうか、どう分かってもらおうかってもう一生懸命に考えて言ってみても、相手は、置く場所がないとか、そんなの必要ないわよとか、あなたの努力を軽く見られたり、心ない態度で言われてしまう方もいらっしゃるかと思います。備蓄購入や避難経路などの話は一度こじれてしまってからだと何度も言い出しにくい関係性の方もいらっしゃるかと思いますので、そんな場合は言葉の方向性を変えてみるっていうのも一つの改善プロセスです。まず紐解いていくために思い出していただきたいのは、思いの伝わらないそのお相手ってもしかしたら備蓄の話だけでそのような反応をしますか？それとも備蓄以外の話でもそのような反応をしますでしょうか？もし備蓄以外のことでも似ている反応をするようであれば、それはもしかしたら第1部でお話ししたお相手の心の中にあるインナーチャイルドなどのバランスがどうなんだろうかっていうようなところのコインの裏表を知ることで、相手の言葉の奥底にある自己嫌悪だとか自己否定だとかの深層心理のお相手と対話していかれて、今までできなかった会話ができるようになったりもしてきたりします。少しだけあなたがスナックのママまたはマスターだと仮定して、お相手を心も体も疲れ切っているお客様だと想定して、お相手から一歩離れて考えてみたり、観測したり推測したりなんですけど、お相手した時に、お相手の親御さんは、お相手が子供の頃にあれこれ干渉したり、誰かと比べて否定したり、できない、知らないってことを許さなかった。例えば嫌味を言われたり、知らないんだって突き放されるとかとか、こんなものもできないとみんなに笑われるよとか、あと親が気に入らない都合が悪いことに対して子供を無視したり、気分で怒ったりとか、昨日と今日では言ってることが違かったり、子供にどうしたい？どうしてそうしたの？って話し合って理解し合うプロセスっていうのを経験を通じて教えてこなかったとか、夫婦喧嘩を子供の前でしていたり、あとは交換条件。あれができたらこれはしてもいいわよ、みたいな。そういうので何かをやらせたりとか。あとは、親が物事をいい悪いで決めがちなのに、肝心な中身を丁寧に子供に分かるように説明してこなかった。教養や情緒を育むコミュニケーションをしてこなかったとか。そういったようなお話を聞いたことがあったりしたことがある方もいらっしゃるかと思います。もうちょっと噛み砕いて言うと、子供にわかるような丁寧な説明っていうのを、例えばドラえもんで言うと、のび太くんが新しいおもちゃをジャイアンに見せたらもう絶対取られるじゃないですか。で、スネ夫に見せたら、お前自慢するな、のび太のくせに僕の方がすごいのを持ってるって、マウント取られちゃうかもしれないと。でも、出来すぎくんならおもちゃを冷静に評価して認めたりとか。で、静香ちゃんだったら、あら、よかったわね、のび太さんって言って共感してくれるかもしれないじゃないですか。のび太くんの気持ちや行動は同じでも、相手によって結果が変わる。この仕組みをのび太くんが知っていたなら、のび太くんは自分で誰におもちゃを見てほしいか、どう見てほしいのかっていうのを自己決定でき、その上でどうしてもジャイアンに見せたいっていうのならば、その結果でおもちゃを取られたとしても、責任転嫁や正当化せず、自分で自分の責任において、自律的な大人に育っていくプロセスを経験していくっていうような、そんな背景があるのかもしれないじゃないですか。と考えると、あなたのお相手は子供の頃に親御さんから、この人から見て、こういう立場で、こういう性格の人に、
この言葉をこのタイミングで言ったことで、相手はもしかしたらこういう気持ちになってあなたを叩いたのかもよ。あなたが名探偵コナンだとしたら、この謎をどう解く？なので、年齢によって複雑化する折り合いのつけ方なんかを年齢に合わせて教えてってもらっていなかったみたいだなとか、そんな感じでいや、自分の過去はねとか自分の親はねみたいに言ってたなとかね、そういうのがあったらちょっと書き出してみたりとかですね。その時点で冒頭にお話しした相手に言ったらどう言ったらわかるんだろうっていうよりも、相手はどう言ってほしいんだろうな、どんな分かり方がストレスないんだろうな、みたいに相手の生まれ育った環境パターンに合わせた理解や会話をしていくのも初めの一歩かと。例えば思い出してみてください。お相手が知らない話題の時に話を振ると、罰が悪そうな、めんどくさそうな、それでいて顔して、そんなの知らないよ。なんで俺に聞くんだよ。とか、甘えないでよ。とか言われるなとか。じゃあ、知らないであろう話題の場合は、プライドを傷つけないように、ねえ、知ってると思うんだけど、私の認識が合っているかどうかを確認させてもらいたいんだけど、もし時間に大丈夫な時があったら、5分だけ時間をもらっていいって、そーっとね、少しずつ話の外側から切り出していって、相手の警戒心を緩んだのを確認してから話を始めるとかですね。例えば子供の頃に、そんなことも知らないの？そんなこともわからないの？はい、これ知らないでしょうって言われて育った人って、どんな分かり方をするとストレスなんだろうなって、ちょっとイメージしてみる。そうすると、単刀直入シンプルな単語レベルでなら耳にスッと入るけど、その話の補足だとか、感情を汲み取りながら、同時によく知らない備蓄の話を理解しながらってもいい、これ何の罰ゲーム的なコミュニケーションよりも、その人のね、お相手の持ってる罪悪感や劣等感を思い出させたり、感じさせないような、そんな話し方や持ってき方、そしてせかされず答えの正解を求められない。そしてこちらは知らなくてもわからなくてもいいんだよ的な雰囲気を演出したシチュエーションの方が、お相手がね、戦闘態勢に入らずにリラックスして話ができるのかなとか、ちょっと一歩だけ下がって客観的なプロデュースをしてみるなども、そういうタイプの人には効果的かもしれません。とはいえ、自分を守るために相手を否定するという心理状態の場合は、投影同一視という状態かも。相手は自分の感情を自覚していないが、その自覚していない感情を他人のものだって感じてしまうっていうやつです。例えば、自分の心が弱くて情けないなと感じていても、それは自覚していないので、お相手は他人にお前は情けないやつだって攻撃することで、自分の情けないなっていう心の解決をしようとしている。で、自分では自分が悪いとか間違っているとは思わないっていうタイプですね。でもこれが投影同一視ではなく、自己正当化とか、あと責任転換の場合は、自分が悪いなってちょっと心の片隅で思いながら感じながらお話をするじゃないですか。なので、こういった、話が通じないっていう場合も、どういう中身なのかなっていうのを見分けて、コミュニケーションしていくのもポイントの一つかと思います。投影同一視をしているために、食糧危機やエネルギー危機に対する恐怖や不安は、そんなことは起こらないし、起こるわけがない。お前が一人で勝手に脅迫観念を持ってるだけだろとか、そんな動画を見て洗脳されてるからよとかいう形になる場合もあります。そんな時、こちらが煽ったり焦ったり緊張したりした顔をしたりとかですね、強い口調、焦った口調、いつもより少し大きな声がね、出てしまうなどだと、お相手の深層心理の恐怖心を増幅させてしまって、そして攻撃も大きくなったりしてしまうっていう方もいらっしゃるので、そういう時は、そうだよね。危機なんて来ないし、
まあもし来たとしてもうちは大丈夫だよねって相手の恐怖のハードルを下げてあげてから、そういえば受験の時のお守り買っちゃうみたいな感じで、いつも家族のために落ち着いていたいから、安売りしてるソーラーパネルでいいから、お守り代わりにして買ってもいいかな。ね、どう思うって。でもこれ、ある日突然それやると驚かっちゃいますので、少しずつ慣れていってもらうようプランを立ててね、ぜひ、このように相手がどんな人なのかっていうのを知識として知って想像していくっていうプロセスが、お相手との新しい羅針盤の成長していかれる宝物になるかもしれません。そうそう。もし、あなたが子供の頃、親兄弟の役に立った時だけ、例えば、家事を手伝ったり、愚痴の聞き役をしたり、お買い物に行ってあげたり、テストの点が良かったとか、そういったお相手の期待に応えた時にだけ褒められたり、条件付きで大切にされたり、常に家族や先生の顔色を見ていたとしたら、人からありがとうって言われると嬉しいから大変だけどまた頑張れるわとか、誰かの役に立っている時に充実感を感じるとか、人から感謝されると自分で自分を認めることができるとか、人の役に立てない自分をなんだか頑張っていない、力量不足だなって感じちゃう、などが、どれか一個がね、ありましたでしょうか。もし、そういった感情が、まだ意識して、考えてみたこともなかったわっていう方でも、それでもいいので、ちょっとですね、もう30秒でもいいので、お風呂とかね、トイレでこう入ってる一人の時間の時にふと、思いを馳せてみてください。子供の時に条件付きで大切にされた経験がある場合は、そこから由来する現在のお相手との共依存になってしまっていることもあります。もちろん違う場合もたくさんあるんですけれども、こうやって一つ一つを順番に知っていって実践していくプロセスの中で、お互いのインナーチャイルドやアダルトチルドレンっていうのを解消し合う相手にもなっていたりすることもたくさんあります。互いの家系の世代関連差を合わせ鏡として人生の因果を解消し合う関係性になるのか、それともそういう道理を知らずにいがみ合って疲弊する人生のパートナーになっていくのかっていうのは、選んだ結果次第でいかようにも変わっていかれることのできるポイントになるのかなと。前回の動画でお伝えした正常化バイアスと似ているけどちょいと似ている確証バイアスっていう状態ですと、自分の都合の良い情報しか受け入れず反対意見を無視するっていう特徴がある方が多いです。本人はバイアスがかかっているとは自覚していないので、そういった場合はそのお相手にとって都合が良くなるような切り口、言葉のチョイス、タイミングなどを事前に考えて用意周到しておいて、ご自身が俳優になったつもりで、そういえばあなたにいいかなって思うのがあったんだけど、どうかなって、相手の心が身構えていない TPO を確認してから、もし切り出しても大丈夫そうならのタイミングで、私はあなたの味方だよっていうスタンスを前面に出します。話の内容がお相手と同じベクトル、同じ方向性であれば、そうだねって聞いてくれやすくなってくれるのも確証バイアスの人のプラス面です。お相手のプラス面もマイナス面も知って自分がどう考え動くのかは、備蓄だけの話にとどまらないのも知っておくと、自分の人生が楽になって楽しくなって心が自由でいられるエッセンスの一つになるかも。過去動画30話のモンテッソーリを応用した子供のケーキ作りの事例でお話しした、自分って何してもダメだな、どうせ何やってもダメなんだよで、自己効力感が低い、自分に自信がない、自分を認められないなどのタイプは、自分に必要な話だとしても抵抗してしまうという傾向があるので、備蓄しないと大変なことになっちゃうんだよって、もしあなたが心から真剣に訴えたとしても、お相手は自己効力感が低いから備蓄に協力的じゃないっていうことを客観的に俯瞰して自分を内観することってできないんですね。できない。また、その方法を教わってこなかった。教わってこなかった。どこで
そうです。家庭環境の中です。視聴者さんによっては、お子様が30代になっている方も、まだ5歳くらいのお子さんの子育て中の方もいらっしゃるかもしれません。どちらもお子さんが50代になって、頭の固い大人になってしまっていたら、ちょっとがっかりじゃないですか。そう、備蓄トレンドでいう目覚めないお花畑の人に育っていくかも、みたいな。そういうのを考えるとですね、もし前回の動画をまだ見てないよっていう方いらっしゃいましたら、ちょっと長い動画なので分割してね、ちょいちょい見ていただければと思います。それでは最後に YouTuber の備蓄系でスピリチュアル、スピ系で備蓄配信のお話で終わりにしますね。海峡はいつ封鎖になるの？電気がなくなったらどうしようなど、不安や恐怖による備蓄購入、あと情報収集の要求が自分自身でコントロールできなくなると依存状態に入っていってしまう可能性があります。特に備蓄に関連する情報は不安や恐怖心を簡単に煽りやすいので、みんなを救いたい、役に立ちたい、一緒に頑張ろうという備蓄紹介の紹介チャンネルの中には、企業さんの企画動画もあります。物を買ってもらうプロ集団の企画ですから、これも買っておこうって買うことで安心させる。そして麻薬のように安心するために買うというような手段の目的が起こりやすくなります。過去動画24話、25話でお話ししたプロ集団によるマインドコントロールはとても自然体でとても役立つような情報として無意識の中にスッと流れ込んできます。一般的な手法では他の人の意見から隔離する。そのために、他の人は知らないみたいだけど私なら知っているとか、他の動画チャンネルの情報は嘘が多いっていうような話の仕方で自分に囲い込んで信じ込ませるような。他には情報を小出しにして時間を稼ぐので同じ内容が多くて一向に先に進まないけど、依存状態にあるので勝手に視聴者さんは配信者にはきっと何か考えがあるんだろうって都合よくね解釈してもらえるもんですから、そういう小出しにするとか、あとはみんなが知らないとか、8割は知らないっていう言葉を使って信じ込ませる。で、どうにでも受け取れる言葉の言い回しとか、抽象的な言い方をするとか。あとは、何かを否定、非難、相手を落として自分を上げる、などの腹積もりがある場合、これは自覚があってもなくてもです。自分ならこうするよな、あの人はそう言うけどさ、とか、あの人はそうやって言うけど自分はそうはしないですけどね、という言い方をするのは、そういうの聞いたら、皆様は、マインドをコントロールしようとしてんのかな、と、ご瞬時に気がつく合図かと思います。そういった、自分ならこうするかな、とか、自分はそうしないですね、とか、そういう控えめなような否定を、聞かれてもいないのに自分から言って、例えばね、なんていうのかな、右か左かを決めるならば、私なら右にしないけどね、とか、僕は左にするな、とか、そういう感じの言葉を使うとか。でもそう言われた方がさ、次に意見とか否定とかしづらくなっちゃって。で、また言うにはちょっとなんか罪悪感を感じやすくなったりとかして、もうそうなるとですね、他人に従いやすくなります。もうそうなれば、あちらの思うツボなので、じゃあ、右でいいですって言わせやすくしたりとか、じゃあ、どっちを選んだらいいですかとかいう心理にね、持っていきます。そうすれば、物を買わせたり、自分の言ってることを信じさせたり、依存させたりっていうのも、タガが外れたように一気に進めることができます。なので、そういった情報発信者は、コメント欄に返事をするという一見フレンドリーで親切で、なんか芸能人と近くなったような感じになるみたいな機会を落とし穴を掘って待ち構えます。これも自覚や悪気があるとかなしとかは関わらずの視点です。で、コメント欄でね、発電機を買ったけどどう思いますかなんてコメントがあるとですね、その配信者さんのこの動画とかにした時に、いや、私なら発電機は買わないかな。でも、個人の自由でいいんですよ。でも、私は
巻きが一番いいと思いますし、やってみて一番巻きが良かったんですよとか言ったとすると、もうその信者になっている視聴者さんは、あの人が言ったから間違いないって言ってもうすぐに巻き買っちゃうかもしれないし。ね、自分軸のある人は、巻きみたいな思うけど。もうね、この構図はね、備蓄系でもスピリチュアル系でも基本は似てますので、スピリチュアル系の YouTuber さんが備蓄品の話をしているって動画でも、備蓄系の方がスピリチュアルを混ぜて、備蓄の話をしているとか、スピリチュアルの話をしているっていう時も、ちょっとこの辺視野に入れて視聴していただけたらなと思います。あとはね、詳しく、どうやって見分けたらいいかというと、例えば、普通な感じでね、フラットに、そう思いますかっていう言い方ではなくて、そう思わないとか、そう思いませんとか、そう思いますよねっていう言葉を使うと、言われた方は否定とか批判とか反論をしづらくなるし、そういう思考回路になりやすいっていうこの話術なんですけど、そこにプラスして旧 TwitterX などで拾ってきたね、情報を使うのはいいんですけど、それをさも自分が最初からその情報を知っていたかのように話すことで、その情報も使って意見を言うのではなく、その情報を使って私ならこうするけどな、そう思いませんとかいう感じでマインドコントロールを深く入れていくっていうツールになっているっていう配信者さんもいらっしゃいます。情報リテラシーのある方だと配信者からこの情報は他の YouTuber も知らないだろうし、日本でも自分くらいじゃないかな、知ってるの。とか、そういうの聞くと、その情報は数時間前に X で知ってたけどとか、あと、古い情報だとしても、情報を知っていた視聴者さんは、それ、普通にその分野の人なら知ってますけどみたいになるわけですよ。でもそれを知らないっていう視聴者さんは、そうなんだとかって鵜呑みにして信じ込みやすくなります。これは洗脳されやすい体質を持っている方って前回お話しした部分もあるし、相手のマインドコントロールが上手かっていうのもあるし、その暗示がどうかかっていくかっていうプロセスもあったり、いろんな複雑な面があるんですけど、そういう配信者さんの言葉を聞いたらちょっとって思いながら聞いていただければなというそんな話題でございます。YouTube や雑誌などの媒体では見る側が自分の代わりに他人に情報をまとめてもらった、動画や本っていうのがね伸びる傾向がもちろんあります。もちろんタイパがいいとかね忙しいからっていうのもあるんですけど、ただその YouTube やテレビが無料視聴できるからこそ安易に依存して楽ができてしまう。その代償は神経、五感、記憶などが鈍くなったり、骨抜きになったり、自分で考えられなくなったり、洗脳されやすい自分を形成していくっていうレールに乗ってしまうとかね。視聴する方々がどのように YouTube やテレビ、ネットなどを取り扱うのかのリテラシーが 3S 制作の洗脳を解いていく鍵の一つだと、私も一 YouTube 視聴者としてネット社会との向き合うよう心がけています。情報発信者が自分のインナーチャイルドやアダルトチルドレンに気づかず、子供の頃、親に無条件で存在を認めてもらえなかった。自分の居場所がなかった。自信のない自分なんて誰にも喜んでもらえない。または逆にチヤホヤされて甘やかされて育つなので、相手に恐怖心を植え付ければダメな自分でもすごいと言ってもらえる。情報ありがとうございますって言われることが嬉しい。人のためにやっている自分はいい人だ、カリスマだ、などの心理が原動力で動画を作成し、子供の頃に開いた心の穴を他人を依存させることに依存することで安心している。自分の心の居場所ができたって。人の顔色を伺ってしまう。ノーと言えない。劣等感から人を攻撃してしまう。劣等感から自分を責めてしまう。なんでうまくいかない人生なのかわからないけど、このままで死ぬのは嫌だな、など、洗脳された状態のままで、ありのままでいい、言いたいことを言えばいい、やりたいことをやっていい、好きなことをすればいいって、そんな考えを採用させてしまうと、
個人も人間関係も家庭も社会も壊れます。だからさらに洗脳しやすくなるし、されやすくなるし、依存させやすくなるし、依存されやすくなるので、共依存が成立できるのかと。共依存の説明も複雑なので、本当にわかりやすくで平たくで例えちゃうと、アルコール中毒の人に、私がお酒を買ってってあげないと、この人がダメになっちゃうって、俺に酒を買ってくれるのはお前だけなんだよっていう、自分に依存してもらうことに依存する人とか、依存させることに依存する人、執着って言い換えてもいいんですけど、そういう需要と供給というかの構図のバランスで、ざっくりで覚えてください。そして、その構図は日本中至るところに存在していると私は思っています。親と子、先生と生徒、医者と患者、患者と薬、モラハラをする人、させる人、貿易の輸入と輸出、政治と官僚、金と名誉などなどエトセトラ、上げていくとキリがないほど、自立ではなく、互いに依存し合うことで成り立っているっていう社会の構図ですね。支え合うのと依存し合うっていうのを意識して分けるのもポイントかと。ちなみに余談ですが、母性の強い人と母性を求める人とか、S と M とか、いろんな共依存のパターンとかケースがあるので、ちょっと今回は本当に浅いところでのお話になってしまって申し訳ないのですが、依存状態に陥った視聴者さんって、自分で考えることができなくなって、配信される情報を心待ちにして、心の支えまでにしてしまったり、顔も知らない、会ったこともない人に心の救いを求めてしまうのは、占いの電話相談にハマっている状態とちょっと似ています。占いやスピリチュアルがいけないのではないです。占いを集客ツールと割り切ってですっごいアドバイスされている勉強家の占い師さんも私の知人におりますのでね、備蓄で煽ってスピリチュアルでも悪用するっていう配信者に気をつけてっていう感じの視点です。占いやヒーリングですと、私が催眠療法インストラクターの仕事をしている時なんかはやっぱりね、受講生の方には占い師さん、ヒーラーさんなんかもたくさんいらっしゃいますので、必ず皆様にはご自身のインナーチャイルドを解消しておかないと、子供の頃に足りなかった親からの愛情などをクライアントを代理にして自分を認めてもらって、感謝されて、依存してもらうことに依存してしまいますよって伝えて、自分の心の穴を自分で埋められるようになるためのお手伝いを同時にしています。この辺が備蓄系とスピ系の配信者さんが似ている部分の一つなのかなともちょっと相変わらずの独断と偏見ですがちょっと感じていたりします。ので次の3部では洗脳や悪用されている側のスピリチュアルな方々に向けた備蓄やサバイバルをするならばという内容の動画を上げることにしました。第1部をアップしてからのチャンネル登録の解除が2桁に迫る勢いで解除があるんですけど、でも私には計算上で絶滅する年代が判明している絶滅危惧種の日本人という大和民族の DNA を根絶やしにしたくないんです。みんなに生き残ってほしいっていう思いがあるんですね。イーロン・マスクさんが先日、このまま何もしなければ日本は消滅するって去年の5月以来またお話しされていました。他の国にも出生数が少ない国もあるので同じことは言えるんですけど、でも私たちが住んでいるこの日本の大和民族っていう日本人の DNA 絶滅していいのかなって思ってて、だからもしかしたら3部を出して、さらなるチャンネル登録の解除の嵐になるかもしれないんですけども、それも覚悟で次の動画を出してみます。たまたま備蓄系とかスピリチュアル系や都市伝説系の YouTube 内容がリンクしているっていう部分もあるだけの話で、愚民政策の洗脳がベースで、そこに上乗りされた洗脳の二重構造っていうものが備蓄系とかスピリチュアル系もそこが二重構造になっているっていうのがちょっと YouTube の中でですね、配信者さんも増えたこともあってちょっと目に余るようになっ
ってきて危険だなってちょっと思い始めました。これはカルト集団に監禁暴行されて一命を取り留めた方だとか、占い師に病院に行くなって言われて危うく治療が手遅れになるところだった方など、洗脳を解除するためにヒプノセラピーとかね、心理学で現場を経験した私だからこそ何か言えることがあるんじゃないのかなと。スピリチュアルだから、障害があるから、白人だから、黒人だから、そういうことではなく、子供を餓死させたくない、大切な人を守りたいって、そういう気持ちがある人であるならば、いつからでもより良い備蓄やサバイバルの知識を習得することができるでしょうから。外国の方やハーフの方々を否定しているとかではなく、その論点とは別としてでね、一人でも大和民族の DNA を残せるのならば、その小さなことのバックグラウンドを取っ払って、正統派な備蓄動画に出会うきっかけ、チャンスをでそうなるのならばって思って、スピリチュアルの方の検索に引っかかるように、ちょっと工夫して出そうと思っています。純粋な大和民族の遺伝子を持つ日本人が絶滅した時に、数千年前から続く火の国の侵略って、あちら側の勝利になるのかもしれませんね。ですので、次回はスピリチュアルの方々が納得しやすい、わかりやすい、耳慣れた言葉を使って、ちょっと門外不出だった写真とか情報とかをお蔵出しする予定です。ので、スピリチュアルがいけないとか、擁護するとか、そういう小さい視点とかね、みんな救いたいとかもそういうことではなくてですね、なんか、今ちょっと YouTube 業界の中の、ちょっとどうなんだろうな、危ないなっていうところに、一石を投じられればな、ぐらいなスタンスになります。で、ぶっちゃけますと、スピリチュアル系の動画を作ることになるとは、私、みじんこにも思っていなかったので、動画を作成するのはとっても悩んでたんですね、ずっと。でも本日動画でお話ししたように、利用する、悪用する怪しい方のスピリチュアルに洗脳されてしまっている人っていう構図って、例えば、自分の娘がホストに貢いでしまっているとか、糖尿病なのに毎日お菓子を食べてしまっているとか、職場でのパワハラ、予防せずに病気になってから喜んで薬漬けになって若者の納税負担が増えていく構図などとかと、私から見ると枝葉で、その根っこが数パターンに形を変えただけの的な流れのみたいな、その辺の確信に迫っていくと多分バンされちゃうので、 YouTube 上では多分ここまでぐらいしか言えないんですけど、でもやっぱり備蓄系動画の YouTube をやってるものとして自分ができることをできる限りでやってみようと思います。ですので、次回の動画を視聴するのを遠慮される方もですね、その次の動画はいつもの防災、防犯のサバイバルな話になりますので、お帰りを心から楽しみにお待ちしております。ということで、本日も最後までのご視聴、本当にありがとうございました。チャンネル登録減った私に、まだ登録されていない方いらっしゃいましたら、清き、1いいねと1登録ボタンをぜひよろしくお願いいたします。ということで、最後の3部でお会いいたしましょう。それではまた。